動画をご覧の皆さん、こんにちは。以前の動画ではシンガポール航空ビジネスクラスでシンガポール、バンコクへ行く様子をご紹介しました。今日の動画はその帰り、東南アジア周遊旅行からシンガポール航空で日本へ帰る様子をご紹介します。それではバンコクスワンナプーム国際空港からスタートです。はい、シンガポール航空のチェックインカウンターなんですけど、なんとこの間来たベトナム航空の向かいにありました。なのでここのビジネスクラスチェックインカウンターで荷物預けをしたいと思います。はい、3階に降りてきました。エアラインラウンジはもうほぼみんな同じようなところにあります。で、ここ右手にちょっと行ったところで桜ラウンジで、こっちの左手に行ったところがターキッシュラウンジですね。桜空いてるかな、入れないですね。空いてますね。日本便があるのかな。今回はワンワールド系のチケットがないと入れません。チャイナエアラインでも結局スカイチームなので入れないんですよね。なかなかね、このアライアンスっていうのは面白い仕組みになってますね。この間、航空ホーチミンに向かった時に乗ったゲートの近くに来ました。時間はカタールが開いてますね。扉に閉ざされた感じ、たまんないですね。そして来ました、シルバークリスラウンジですね。シンガポール航空のスワンナプーム空港のラウンジです。おしゃれ、綺麗ですね。入ってきます。こちら時刻は朝の9時です。カヤトーストですとかパン、フレッシュジュース、コーヒー、あとハーゲンダッツのアイスクリームなんかが置いてありまして、やはり朝食中心のメニューのようです。こちらにはフルーツ、牛乳、コーラ、あとビールも置いてあります。で、ここには点心のセットがオーダーすると頼めるようになっておりました。そしてですね、ここになんとビールサーバーがありまして、アサヒとシンハーの生ビールが飲めちゃうと。座席はこのような飛行機のビジネスクラスのシートのような格好になっていて、ゆっくりと食べれる席がありましたので、こちらで食事をいただくことにしました。持ってきたのはシャンパンとサラダ、ハムと、あとちまきですね。これは注文をいたしました。マレーシア航空とかはこのミラクルラウンジですね。マレーシア航空で来た場合はワンワールドのラウンジが使えるので、キャセイとか、JAL でカレー食べるとかの方がいいですね。さてですね、シンガポール航空シルバークリスラウンジは総数より小さくて、料理も朝だってことで少ない感じがしたので、せっかくなので時間もあるんで、タイ航空のラウンジと、ターキッシュのラウンジと、エヴァーもなんか入れるっぽいので、行ってみたいと思います。ちょっとダイジェスト版でお送りします。はい、では次に来ましたのがロイヤルオーキッドラウンジ、タイ航空のラウンジです。同じスターアライアンスメンバーですので、シンガポール航空ビジネスクラス利用の場合やスターアライアンスゴールドメンバーであれば入室が可能です。内容はですね、シルバークリスラウンジとほぼ一緒です。ちょっと気持ちこういうタイのデザートとか、が多かったかなという印象です。で、カウンターオーダーができる朝食メニューも用意されておりました。で、こちらにあったのはバナナともち米のデザートだそうです。ポップコーンの台もありましたので、時間が経てばポップコーンも配布されるんでしょうね。さすが本拠地だけあってかなり広々としたラウンジです。ただ時間帯によっては私すごい混雑しているイメージがあるので、ちょっと注意が必要です。続きてきたのがターキッシュエアラインズラウンジなんですが、なんと受付に人がいなくてですね、ちょっと入るのを躊躇し結局入りませんでした。石窯焼きのピザがね、あったりとかしてちょっと面白いラウンジです。さて、実は今回はお気に入りになりましたのがこのエバエアラウンジです。台湾系のね、航空会社なんですけれども、ちょっとギラッとした内装で最初はうっと思ったんですけれども、置いてあるメニューがかなり豊富でですね、この後結構食べてしまいます。料理はフルーツ、素敵です。
ヨーグルトとかコーラとかアイスもいっぱいありますね。セブンセンスのアイスがそう、ドリアンライト、コーヒー、お酒ですね。スパークリングかな。オーストラリアのスパークリングっぽいですね。やっぱいいじゃないですか。ウキウキで持ってきたのはビール、ソムタム、パッタイですね。まあもう名残惜しいですね。タイも長くいましたから。ということでタイ料理を持っていただきました。この後ですね、もしかして料理が増えてるかもということでシルバークリスラウンジに戻ってきました。そしたらですね、やはり増えてました。ラクサとか、こういうグリーンカレーとか、煮物とかですね。もうランチのメニューがだいぶ増えてました。そして大好きパッタイ。もう本当にパッタイは世界でベスト3に入るぐらい好きなので、このソムタムもですね、さっき食べたじゃんって言うんですけど、食べてしまいましたね。で、なんか甘いものとか、パイみたいなものもすごく増えてましたんで、やっぱりちょっとランチタイムぐらいに来た方がメニューが多いかなという感じです。デザートもね、だいぶこんなようなパンダンケーキとかも増えてましたので、色とりどりになってます。さすがシルバークリスラウンジ、料理がかなり豊富なので、本当にお腹いっぱいになっちゃいますね。そして最後の最後までパッタイを食べて終了です。ゲートに向かいます。シンガポールまでは SQ707 便。機材はボーイング787点。行きと同じ機材です。コサメフルバンコクをほぼ定刻通りに出発しました。ここでシンガポール入国情報です。シンガポールは電子入国カード SG アライバルカード。こちらを到着3日前以内にウェブで事前に済ませておきます。空港でやるとね、ギリギリですので、前日までにホテルなどで済ませておくと楽だと思います。さて、出発から約1時間で機内食が始まりました。こちら、ブックザクックという事前予約でオーダーしたビーフ焼きそばだったと思います。牛肉の焼きそばです。と、お願いしたシャンパンも持ってきてもらいました。食べてもうあっという間にシンガポール到着ですが、このボタンを押してフルフラットにして休んでおります。あっという間にシンガポール到着まで11分というところまでやってまいりました。まもなくシンガポール国際空港チャンギエアポートに到着となります。シンガポールを最初の経由地としたこの東南アジア周遊旅行でしたので、約1週間ぶりにチャンギエアポートに戻ってきましたので、ただいま感というか久々感というのがありますね。さて、この乗り継ぎですけれども、わざとですね、1日シンガポールで滞在できるように航空券を予約しました。ですので、この夜はシンガポールに滞在いたします。ここから空港から、市街地まで移動する様子等々ご紹介したいと思います。はい、今悲しいことが起きました。前回シンガポールに来た時に使ったこのイージーリンクっていう、スイカとか交通系 IC なんですけど、シンガポールの交通系 IC なんですけど、前回が2018年で6年前ってことで、もうだいぶ使ってないので有効期限切れということで、新しいカードを作ってもらいました。デポジットが10ドルでプラスチャージで10ドルで2200円ぐらいかかっちゃいました。次来たらと思うんですけど、結構この有効期限後で確認しますが早そうなので、早いタイミングでシンガポール来ないと意味がないかなって感じですね。で、前のカードが残り11ドルぐらい入ってたんで、それを1100円分ぐらいもうシンガポールに吸収されたという感じなんで、使い切るまではいかなくてもシンガポールに行く人とかに貸し合った方がいいかもしれないですね。はい、じゃあ、ここからブギスステーションに移動したいと思います。空港から市街地までは地下鉄 MRT で移動いたしました。タクシーなんかも便利ですけれども、今回は一人旅ですので MRT でこのサマービューというホテルがあるブギスという駅まで来ました。この左下にあるマーライオンのあたりがいわゆる中心地のところですけれども、ブギスすごく近いですので、そこの近くのホテルを予約しました。ではホテルの中の様子もご紹介します。はい、じゃあこの度最後のシンガポールのホテルをご紹介します。サマービューホテル、サマービューセットホテルで、アゴダで1万5000円ぐらいです。2万円払って5000円のキャッシュバックが来るお部屋で、デラックスルームにアップグレードしてくれたそうです。何がどうデラックスなのかよくわからないけど、めちゃくちゃ広い。あとベッドも広くて、なんか使いやすそうですね。これもある。これはね、便利なんですよ。で、お部屋からの景色はこんな感じ。ここの道路が結構めんどくさい。でもバス停が近いから、バス停からなんかどっか行けそうですね。で、テレビがあっ
て、エアコン買ってですね、真っ白で綺麗で、鏡とドライヤーと、ある程度洗濯キットとかもあるんでいいかもしれないですね。で、もうシンプルイズベスト。シャワーの感じだけ見ておこうかと。いいんじゃないですか。シャワー見ようかな。はい、こんな感じのお部屋でした。いいと思います。アップグレードしてくれてありがとう。はい、シンガポールラフルズプレイス近くまで来ました。左側が屋台とかお店が立ち並んでいて、川沿いずっと進むとフラートンホテルがあって、あの裏がマーライオン公園のあたりになります。まあね、一晩しかないですけど、せっかく来たんだからマーライオンの一つも見てね、帰りましょうかね。まだ、夜景って感じじゃないんですけど、本当は景色的にはマリーナベイサンズから見るシンガポールの市街っていうのも素敵なんですけどね。写真だけ貼っておきます。今から12年前ぐらいに来た時にマリーナベイサンズホテルの泊まってですね、その時に部屋とかプールから撮った写真が残ってるはずなので、その頃とまあこんな景色でしたっていうのをご紹介できればなと思います。しかし本当に円安と物価高ですね。前来た時シンガポール1ドルって80円ぐらいだった気がするんですけど、やっぱ今もう110円ぐらいで換算しないと合ってないですね。そしてマリーナに到着いたしました。目の前に見えるのがマリーナベイサンズ、左手にはシンガポールフライヤーという観覧車が見えるようなエリアになっております。マーライオン越しでの景色などを撮ろうとする観光客の方も非常に多くいらっしゃいました。少し休憩です。休憩に入ったのは PS カフェというシンガポールでも何店舗かある結構おしゃれ系のカフェです。マリーナがこんなような望めるお席なんかもあったりします。私はもうウォークイン予約なしで入りましたので、窓際の隣の席になりましたけれども、休憩がてらビールをいただきました。さっき話した円安、物価高、それでいてですね、シンガポールはもともと酒がすごく高いので、このビール1杯でですね、結構な値段になりまして、20シンガポールドルぐらいになりました。ちょっとね、かなりお高い休憩になりました。ただ、オーダーやお会計全部スマホで完結しますので、わざわざ、店員の方と会話することなく、お会計まで終われたのは楽だったかなと思います。PS カフェでの休憩の後は、ザイオンリバーサイドフードセンターという方からまでやってきました。グレートワールドという駅の近くになります。かなり多くのお店がありまして、海鮮ですとか麺類ですとかがいろいろあったのですけれども、なんかこうピンとくるものがなくてですね、この後いろいろお店探したんですけれども、探し疲れてホテルに戻ったらですね、そのホテルの2軒隣ぐらいにこの麺屋さんがありまして、この混ぜそばを買って夕食にしました。それがですね、結構美味しくてびっくりしました。小魚とかポリポリした食感のものも入っているので、こう混ぜ込んで食べてみると不思議な食感と油そばみたいな感じの美味しい麺でした。はい。ではこれでシンガポールの夜は終了です。明日はチャンギ国際空港から日本へ帰っていきます。とうとう帰国日です。朝早くにチャンギ空港に来ました。お目当ては新しくできたジュエルです。着いたターミナル2からはフロアを移動し、ジュエルの標識に従ってずんずんと進んでいきます。しかしこれが結構遠かったです。早歩きでも10分近くかかった気がします。やっと到着しましたのがこちらジュエルというところです。ジュエルはショップやレストランが多く入った巨大なショッピングモールのようなところです。一番期待していたのは天井から流れる滝。しかし通行止めがありまして、上を見ますと、なんと一滴も流れてないんです。はい、チャンギエアポート、ジュエルに来ましたが、残念ながらこの滝はまだ時間前ということで、見えないです。なんか10時からってことなんで、ただここ、まだ出国前というか入国後のエリアなので、もう一回出国してしまうと戻ってこれないですよね。なんで、今回は諦めてラウンジでも出発を待ちたいと思います。喉も渇いです。はい。では、もう最後のフライトですね。シンガポール羽田便の、ために、シンガポール航空の、ラウンジに行ってみたいと思います。
ジュエルはターミナル1が近く、横断歩道を一つ渡ればすぐでしたので、こちらもおすすめです。ではスカイトレインを使ってターミナル1からターミナル3へ、シンガポール航空の本店ともいえるチャンギ国際空港シルバークリスラウンジです。別の入り口からはこんな感じ。どちらからでもこのバティック柄でお出迎えしてくれます。この柄はもちろん CA の方の制服と同じ柄です。ラウンジはビジネスクラス利用者とステータス保持者で使えるラウンジが分かれており、こちらはもちろんビジネスクラス利用者向けのラウンジです。こちらのバーカウンター朝ですのでバリスタタイムでした。ドリンクコーナーにはもちろん TWG の紅茶、コーヒーマシンも複数の種類が作れるものです。パン、ペイストリー、マフィンもこの豊富さで揃ってます。広々としたこの吹き抜け、しかしこれはまだラウンジの一部。反対側にも大きなダイニングエリアがあります。パンなどは同じものが置いてありますが、ホットミールはこちらのエリアの方が豊富です。このヌードルステーションではもちろんラクサも注文できます。点心もありますね。ラウンジでは珍しくホットサンドもオーダーができますので、私もオーダーしてみました。チキンナゲットやベーコン、パンケーキなども置いてあります。こちらも珍しく日本そばもありました。これも珍しいと思ったんですが、スパゲティもオーダーで作ってくれます。なんかビュッフェレストランみたいですね。アジア料理が続くと洋食が食べたくなるので、こちらもオーダーしました。シャンパンは機内と同じパイパーエドシックが置いてあり、ウォッカなどもあります。赤、白ワインも豊富です。こんなようなスクープできるアイスクリームもありました。アジア料理が長く続いた反動か、思いっきりジャンキーな食事になってしまいました。ホットサンドもすごく美味しかったです。飲み物はシャンパンとアイスコーヒーにしました。ラクサも最後なので食べ納めでオーダーです。こちらのラウンジは窓から飛行機も見え、本当に広々として快適な空間でした。ラウンジの真ん中にはやっぱり TWG。人気があるのか補充もこまめにされていました。ラウンジ内には仮眠室のようなエリアもあります。ブランケットもあるので少し食休み。その他ラウンジ内にはもちろんシャワーもあります。受付の方に声をかけて空いているところを使います。こちらもとても綺麗で快適です。十分堪能したのでターミナル2へ移動します。これからターミナル3からターミナル2へ移動したいと思います。またスカイトレインに乗っていきたいと思います。で、今回の旅行でですね、どこかでちゃんと見てないんですけど、スーツケースの車輪がぶっ飛んでましてですね、でカートを珍しく使ってみました。めっちゃ楽。これめっちゃ楽なんで、チャンギは無料でこのターミナルカーも使えるっぽいのでおすすめです。じゃあこれからスカイトレインに乗ってターミナル2ですね、移動したいと思います。さて、このスカイトレインでサプライズがありました。朝諦めたジュエルの中を通過するものでした。
スカイトレイン、ジュエルの中でちゃんと減速いたしまして、この有名な滝が目の前でした。これが本当の珍しい滝の裏側でしょうかね。このスカイトレイン、利用者も少ないのでおすすめです。さて、いよいよゲートに向かいます。はい、でも間もなく登場になって E27 まで来たんですけど、もうちょっと行ってみたら何があるかなと思ったらターミナル1でした。なんでターミナル1から別に乗ってもよかったんじゃないか説もあるんですけど、ラウンジは2と3にしかないので、はい、ここから移動していきたいと思います。ではこの度最後にお世話になる SQ63 予便、機材はエアバス A350-900 です。チャンギ1時55分発の予定でしたが、2、30分ほどの遅延が発生してしまいました。この度順調続きだったんですが、最後にディレイ、欠航にならないだけ良かったです。無事登場です。A359 のビジネスクラスはバンコク便で乗ったような座席、私の座席は 12K です。ウェルカムドリンクはシャンパンをもらいました。これも本当にこの旅でたくさんいただきました。記念に撮影いたします。乗客の搭乗が完了するとすぐにゲートを離れ離陸態勢になります。東京羽田へ向かって出発です。ドリンクはシンガポールスリングをお願いしました。おつまみにはポテトチップスをいただきます。もうこういうのでいいですね。機内食の前菜にはエビのこのカクテルサラダをいただきました。そしてビジネスクラスのパンいただいてます。大体美味しくいただいちゃいますね。そしてメインはブックザクックのロブスターテルミドールです。このロブスターも美味しかったんですが、気づけば甲殻類が連続した食事になってしまいました。デザートにはケーキとチーズ、フルーツが山盛りで来ており、もうゆっくりと過ごすことができました。もちろんこの座席もフルフラットになりますので、一休みし目が覚めるともう鹿児島近くまで飛行機は近づいていました。そして久々の東京の夜景です。約1週間にわたるこの東南アジア周遊の旅、とても楽しかったです。そしてこの移動にシンガポール航空ビジネスクラスに乗れたことは非常にいい思い出になりました。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画最後はなんと東京ディズニーリゾートの夜景を見ながらのお別れです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。